のささやきの朗読やあの日のことは今でもはっきりと覚えている。というより忘れられないという言い方の方が正しかった。仕事を終え夜の国道を一人で走っていた。時計を見るともう日付は変わっている。この時間帯の運転は慣れているはずだった。ただその日は少しおかしかったんだ。バックミラーに何度も何かが映る。後続車のライトではない。参道に差し込む街灯の反射でもない。一瞬だけ人が立っているように見えるんだ。次の瞬間には消えている。気のせいだと思おうとしても同じことが何度も続いた。視線を前に戻すたび背中のあたりがじわりと重くなる。そんな時、道の駅の看板が見えた。正直、ほっとした。理由はわからないが、とにかく車を止めたかった。駐車場には車が数台あるだけで、人の気配はほとんどなかった。エンジンを切った瞬間、さっきまで聞こえていた走行音が嘘のように消えた。その静けさが逆に不自然だった。車を降りると建物の入り口近くに小さな台が置かれているのが見えた。スタンプ台だった。観光地によくある記念のスタンプ。この道の駅にもあるのかと何気なく近づいた。だがそこで足が止まる。スタンプ台の周囲だけ床の色が濃く変わっていた。まるで何度も人が立ち続けたようなそんな跡だった。台の横には使い古されたノートが一冊開いたまま置かれていた。表紙には何も書かれていない。中を覗くとスタンプの押し跡が同じページに何度も重ねられている。位置も向きもすべて同じ。胸の奥が嫌な感じでざわついた。その時、背後で髪が擦れるような音がした。振り返ってもそこには誰もいない。なのにさっきまでより確かに近くに何かがいる気配だけが残っていたんだ。気味が悪いと思いながらもなぜかその場所を離れられなかった。理由はわからない。ただスタンプ台の前に立っているとここに来るまでの道のりが頭の中で何度も再生される。バックミラーに映った一瞬の人影。誰もいないはずの場所で感じた視線の重さ。それらがこの台に集まってきているような感覚だった。ノートの横にインクの染みたスタンプが置かれている。押せと言われている気がしたんだ。紙を取り出しスタンプを手に取る。持った瞬間指先に妙な温かさを
感じた。冷えているはずなのに、人の体温に近い。一瞬ためらったが、そのまま髪に押し当てた。ぐにゃっと柔らかい感触が伝わった。ゴムではない。インクでもない。思わず手を離すと、紙の上にはっきりと跡が残っていた。それを見て息が止まった。そこに押されていたのは道の駅のロゴではなかった。人の形だった。立っている。正面を向いている。両腕は体の横にだらりと下げられている。さっきバックミラーに映っていた影と全く同じ姿だった。背中に冷たいものが落ちる感覚が走った。慌てて周囲を見渡す。駐車場、建物の入り口、ガラス越しの売店。どこにも人はいなかった。なのに足元の床に新しい足跡が一つ増えていた。それはスタンプ台の前で止まり、自分のすぐ後ろまでまっすぐ続いていたんだ。その時、ノートのページが一人でにゆっくりとめくられた。新しいページの一番上にまだ乾いていないインクで同じ人型がすでに押されていた。数を数える気にはなれなかった。なぜならその一番新しい影だけがほんの少しこちらに近づいているように見えたからだ。もうそこにいることが耐えられなかった。紙もスタンプもそのままにして車へ戻ろうときびすを返した。その瞬間、背後ではっきりと音がした。ペタ。ゴム印を押す音。誰かが今まさにスタンプを押した音だった。振り返らなかった。振り返ってはいけないと体が先に理解をしていた。俺は小走りで駐車場へ向かった。なのに足音が一つ増えている。同じ速さ、同じ感覚。走っても止まっても距離が変わらない。車に飛び乗り、ドアを閉め、鍵をかける。心臓の音がやけに大きく響いた。エンジンをかけ、バックミラーを見た。だがそこには誰もいなかった。駐車場もスタンプ台の周りも何事もなかったかのように静かだったんだ。俺はそのまま道の駅を出た。家に着いてからもしばらくは眠れなかった。落ち着いてから何気なくカバンの中を整理した。そこで一枚の紙が出てきた。あの時スタンプを押した紙だった。そこには人型の影が一つだけくっきりと残っていた。いや、違った。よく見ると影が少しだけこちらを向いている。足の向きが正面からわずかにこちら側へとずれていた。その下に小さな文字が
滲んだインクで書かれていたんだ。次はあなたが押す番です。俺は翌日ニュースで知った。あの道の駅は何年も前に夜間に人が消える事例が相次ぎ、スタンプ台だけを残して撤去された場所だったんだ。今でも同じ形のスタンプが増え続けている理由は誰も説明できないらしい。あの紙は今も捨てられずにいる。影の向きが毎日ほんの少しずつ近づいているからだ。その道の駅へ向かった理由ははっきりとしている。夜の長距離運転に少し疲れていただけだ。だが走り始めてしばらくした頃からおかしなことが起き始めていたんだ。同じ案内標識を何度も見る。距離表示は出ていない。名前も書かれてはいない。ただ同じ形、同じ矢印。最初は気にも留めなかった。山道ではよくあることだと自分に言い聞かせた。だが三度目に見たとき、胸の奥がざわついたんだ。標識の位置がおかしい。直線のはずの道で同じ標識が同じ角度で立っているんだ。距離を進んでいる感覚が薄れていく。ラジオをつけても雑音ばかりで言葉にならない。バックミラーを見ると後続車はいない。なのに視線だけは後ろから離れなかった。4つ目の標識を見たとき、さすがに不安になった。今度は少しだけ文字が違っていた。矢印の下に薄く別の文字が重なっていたんだ。読めなかったが、名前のようにも見えた。その直後、道がわずかに開けた。街灯の光、駐車場、建物の輪郭。それは道の駅だった。安堵より先に違和感が来た。入り口の案内板に大きく表示されている名称。それはさっきの標識の下に重なって見えた文字と同じだったんだ。ただし塗りつぶされている。黒く何度も上書きするように。その下に新しい名前が貼られていた。見慣れた地名ではない。聞いたこともない。なのになぜか知っている。そう思ってしまった。その瞬間、背中にひやりとした感覚が走った。ここに来ることを前から決めていた気がした。ただ思い出せないだけで。車を降りた瞬間、耳が詰まったような感覚に襲われた。音が遠いんだ。風の音もエンジンの余熱が冷める音も幕越しに聞こえる。
駐車場には数台の車が止まっている。どれも少し古い。ナンバープレートが不自然なほど汚れている。歩いて建物へ向かう途中、何度も案内板が目に入る。トイレ、売店、休憩所。矢印はすべて正しい方向を指している。なのに、どれも遠回りをさせるような配置だった。気がつけば同じ場所を何度も通っている。中央の広場に何度も戻るたびにあの案内板が見えた。入り口にあった黒く塗りつぶされた名前。よく見ると塗りの下に別の文字が何層も重なっている。削られ、塗られ、張り替えられた跡だった。どれも違う名前だ。だが共通点があった。すべて道の駅とは呼べない名前だった。地名ではない。施設名でもない。それは人の名前に見えた。その時から背後から低い音が聞こえた。板がきしむ音。振り返ってみると案内板の表示がゆっくりと変わっていた。貼られていた新しい名前が端から少しずつ剥がれていく。下から現れた文字はさっきまで読めなかったはずのもの。だがはっきりと読めた。それは自分の名字だった。一瞬息が止まる。目を離した隙に文字はまた塗りつぶされて別の名前に変わっていた。俺は周囲を見る。止まっていた車の数が増えている。さっきまで空いていた場所にいつの間にか車が並んでいた。どの車も同じ方向を向いている。出口とは反対側だ。その時、館内放送が流れた。雑音混じりの声がゆっくりと告げる。本日は目的地までご案内いたします。だが案内板の矢印だけは一斉に同じ方向を指し始めていた。出口ではない。もっと奥だ。案内板の矢印が指す先へ足が勝手に向いてしまう。戻ろうと思っても体が言うことを聞かない。奥へ進むほど照明が減っていく。白かった明かりが一つずつ消え、最後は非常灯の赤だけが残った。その先にもう一枚案内板が立っていた。表示は何もない。ただ矢印だけが下を向いている。足元を見ると地面に細い線が引かれている。誘導線だ。それは建物の裏手へ続き、フェンスの向こうへ伸びていた。そこで気づいてしまった。この道の駅、出口がない。入り口から入った記憶はある。だが出るための案内を一度も見ていない。
その時背後で足音が重なる。振り返ると駐車場にあった車がすべてこちらを向いている。ライトが一斉についた。眩しさの中でフロントガラス越しに人影が見えた。どの車にも同じ顔が座っている。その表情が自分と同じだったんだ。耳元で案内放送がもう一度流れる。次の目的地はこちらです。足元の線がぷつりと途切れた。その先は真っ暗だ。振り返る。さっきまであったあの建物がもう見えない。案内板も明かりもすべて消えている。あるのは闇と自分の足音だけ。その瞬間、背中に何かが触れた。硬く冷たい板だった。いつの間にか背後に案内板が立っていた。そこには新しい文字が白く浮かんでいる。到着。その下に小さく名前が書かれていた。俺の名前だ。俺は後日地図を調べた。あの場所に道の駅は存在していなかった。だが同じ道を夜に走ると今でも案内標識だけは出るらしい。だが名前は表示されない。代わりに行き先だけが決まっている。次は誰の名前になるのか。それを確かめにまたあの道を走る人がいる。正直に言うと、その日は最初から眠気がおかしかった。夜の運転は慣れている。休憩のタイミングも自分なりに決めている。なのにその日は違った。信号待ちのたび、意識が一瞬落ちるんだ。はっとして前を見ると、赤信号のまま時間だけが進んでいた。ラジオを大きくしても、窓を少し開けても眠気は引かなかった。頭の奥がじわじわと重くなる。そんな時、前方に道の駅の看板が見えた。俺は吸い寄せられるようにハンドルを切っていた。駐車場は思ったより静かだった。深夜なのに車がやけに多い。エンジンを切った瞬間、急に強い眠気が押し寄せた。目を閉じたらそのまま落ちてしまいそうだった。だが車内で視線を感じて目を開けた。フロントガラスの向こう、駐車場の奥に小さな看板が立っている。白地に赤い文字。車中泊禁止区域。妙に目に入る。この広さでわざわざ深夜に強調する必要があるのか。そう思って車内に戻っても
その文字が頭から離れなかった。まぶたが重くなる。ほんの数分だけ休もう。そう思った瞬間、ドアの外で音がした。一つ、また一つ、ゆっくりと車の周りを回っている。ミラー越しに見ると誰もいない。なのに足音だけは止まらなかった。その時、看板の文字がふと違って見えた。眠るな。そう書かれているように見えたんだ。エンジンは切ったままなのに、車内がやけに暖かい。窓は閉めている。ヒーターも入れてない。それでもまぶたが勝手に下がってくる。目を閉じるたびに夢とも現実ともつかない映像が浮かんでは消えた。駐車場、同じ車、同じ看板。何度も同じ場面に戻される。はっとして目を開けると数分しか経っていない。時計はほとんど進んでいなかった。外を見る。さっきまで見えていた車中泊禁止区域のあの看板が少し近づいている。気のせいだと思って視線をそらす。だが別の場所にあるはずの看板もすべて同じ距離に見えた。まるで車を中心に円を描くように配置されている。その円の外側、暗がりの中に人影があった。立っているのか座っているのかわからなかった。ただこちらを向いている。数を数えようとしてやめた。眠気が急に強くなる。その時、頭の中で誰かの声がした。少しだけでいい。目を閉じろ。その声は自分のものだった。ドアに手を伸ばし、外に出ようとした。だが、体が思うように動かなかった。代わりに視線だけが勝手に看板へ向いたんだ。文字が変わっていた。車中泊禁止区域。その下に小さな文字が増えていた。代わりにここで休め。ぞっとするより先に理解してしまった。この場所は休ませるための場所ではない。起こさないための場所だったんだ。眠ったまま動かなくなった車が周囲に多い理由。ナンバープレートが汚れていた理由。その時、隣に止まっていた車の中で誰かがゆっくりとこちらを見た。目を閉じたまま。その顔が自分とよく似ていたんだ。俺は耐えきれずハンドルを強く握った。このまま目を閉じたら戻れない。理由はわからないが、それだけははっきりしていた。ドアを開け、外の冷たい空気を吸い込んだ。一瞬眠気が引いた。だが駐車場の光景を見て足が止まる。
すべての車の中で誰かが眠っている。シートに倒れ、ハンドルにもたれ、同じ姿勢で。どの顔も安らかだった。不自然なほどその中心にあの看板が立っていた。看板の裏側に別の文字が書かれている。風に揺れて一瞬だけ見えた。気象不可。その瞬間、地面に細い白線が浮かび上がった。白線は眠っている車を囲み、自分の足元まで伸びてきた。俺は線を越えたら終わってしまうと直感した。必死に線の外へ一歩踏み出す。その瞬間、背後でエンジン音が鳴り出した。誰も乗っていない車が一斉にライトをつける。眩しさの中で眠っていた顔が同時に目を開けた。こちらを見る。瞬き一つせずに。その時、声が重なって聞こえた。戻れ。まだ休める。足元の白線がじりじりと近づいてくる。俺は転げるように車へ戻り、エンジンをかけた。タイヤが鳴り、白線を踏み越える。その瞬間、すべてが消えた。気づくと、普通の国道を走っていたんだ。看板も駐車場もなかった。俺は後日、あの道の駅を調べた。そこは正式な休憩施設ではなく、昔仮眠中に起きなくなる事例が相次ぎ、封鎖された場所だった。車中泊禁止区域という表示は注意ではない。選別だ。眠っていい人間と起きたまま逃げられる人間を分けるための。今も夜の道を走ると、あの看板が視界の端に現れる。眠気が強い日ほどはっきりと。だからもし見つけても絶対に車を止めないでほしい。あそこは休む場所ではない。目を閉じた人間を置いていく場所なんだ。